9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラマ FM の時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度は召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。コメントをいただいております。ありがとうございます。このグリーンスポット10年は欲しい。しかしつい最近ブルースポットを買ったりイングリッシュチャプター18買ったりしたんだよな。飲まないものばかり溜まっていく。駒ヶ岳も気になっていたんですが、いいんですか？ジャパニーズは割高なイメージでずっと買ってないんだよな。いろいろ目移りしてしまいますよね。とてもよくわかります。ジャパニーズは確かに割高なところがありますが、ぜひこのチャンネルで参考にしていただけると嬉しいです。もう一つコメントをいただいています。スカラバスシェリー入手できませんでした。羨ましさが残る一本ということで、前回のスカラバスの回でのコメントですね。ありがとうございます。日本割当が960本となっていますので、まだ流通はしばらくあるんじゃないかなと思います。根気強く探すと、もしかしたら見つけられるかもしれません。スカラバスのテーマは探し求めるものだけが見つけるものですから、いつか入手できることを願っています。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。アイルランドの新しいウイスキーブランド、ブラックエメラルドが正式にデビューしました。創業したのは生涯にわたりパブ経営に携わってきたアーネスト・キャンティロン氏、ラグビーアイルランド代表としても知られるサイモン・ゼボ氏、そしてウイスキー業界のベテランフィニアン・セチビック氏の3人です。ブランドの理念は誰も一人では飲まない。ウイスキーを通じて人々をつなげたいという思いが込められています。そしてブラックエメラルドのモットーは常にシングルグレーン、常に熟成年数表示付き、そして常にフィニッシュ付きです。今回のローンチでは2種類のウイスキーが登場しました。まず1つ目はブラックエメラルド7年ラムカスクフィニッシュ。ビスケットのような香ばしさにミルクチョコレートとオレンジの明るい風味、さらにチェリーの酸味とココナッツチョコレートのような甘みが重なり、フィニッシュにはわずかに塩気を感じさせる癖になる味わいが特徴です。もう一つはブラックエメラルド15年コニャックカスクフィニッシュ。バニラビーンズやチェリーの甘さ、焦がしキャラメルの香ばしさ、深みのあるスパイスとダークチョコレート、ドライフルーツの余韻が続き、長く温かみのある印象的な後味を残します。ブランド哲学を体現するように、それぞれのウイスキーには分かち合うためのシグネチャーカクテルも提案されています。7年のラムフィニッシュを使ったブラックエメラルドハイボールは、炭酸水と柑橘を合わせた爽やかでカジュアルな一杯。そして15年のコニャックフィニッシュを使ったブラックエメラルドサイドカーは、伝統的なカクテルを現代的に再構築した上品で華やかな味わいです。ブラックエメラルドの原酒はグレートノーザンディスティラリーで作られています。ウイスキー界の重鎮ジョン・ティーリング氏とブライアン・モンガン氏の協力のもと、最高品質のシングルグレーンとラム、コニャックの樽が選ばれました。ブラックエメラルドはアイルランド国内ではライトハウスドリンクスが流通を担当。バーやレストラン、小売店のほか、アイリッシュモルツやセルティックウイスキーショップなどオンラインでも購入可能です。分かち合い、つながりを楽しむ、そんな現代のアイルランドの精神を一つのグラスに込めたブラックエメラルド。友人と共に物語を語りながら一杯を楽しんでみてはいかがでしょうか。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。
いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日は瀬戸内ディスティラリーから瀬戸内オロロソシェリーカスクです。瀬戸内ディスティラリーを運営する株式会社三宅本店は、広島県呉市にある1856年創業の蔵元。地元広島県産米を中心にした日本酒、潜伏の醸造並びにウイスキー、ジン、焼酎、リキュール、甘酒などの製造も手掛けています。2022年3月からウイスキー事業に参入し、独立法、胚芽峰の良質な仕込み水を使いながら、一つ一つの工程に今できる最高の品質を詰め込んで、瀬戸内の魅力を世界に伝えるウイスキー作りを行っています。瀬戸内ディスティラリーでは、ニューポット瀬戸内やニューボーン瀬戸内などをリリースしてきましたが、熟成から3年を待って満を持して今回のジャパニーズウイスキーが誕生しました。厳選されたオロロソシェリーのホグズヘッドダルで3年間熟成し、味わいを慣らすバッティングを行わず、3000本限定のシングルカスクでの登場です。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は赤みの強いブラウンですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはラムのような発酵感の強い香り。ミドルノートはシェリー特有の硫黄香。ラストノートはエッセンシャルオイルの風味が感じられます。では味わってみたいと思います。口当たりはリッチでオイリー、ボディはヘビー。こってりとしたバターの風味から紅茶の入った焼き菓子のような甘み。シェリーダル由来の渋みからラム酒のような独特の発酵感のある味わい。フィニッシュはスパイシーなキックから非常にオイリーな風味が味全体をまったりと包み込み、濃厚なオイルのコクが余韻に長く続きます。これはかなりの異色作ですね。瀬戸内ディスティラリーではミドルカットの工程で蒸留後期のアルコール度数が低く重たい酒質のテールを多く取り入れるローカットにしており、それによってかなりワイルドな味わいのウイスキーで非常に面白いですね。自分たちの力で作れる最大限のウイスキーをボトルに詰めた、そんな印象のウイスキーです。癖の強い味わいですが、それゆえに癖になります。とてもオイリーなのでストレートはきついですね。ロックやソーダがおすすめです。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストはローランドのホーリールード蒸留所からホーリールードピッチをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。